念願のパーソナルデザイン診断を受けてきたよ。先週の動画でちょろっと話したんだけど、これで私は全てのイメージコンサルティングを受けてきたので無敵です。で、絵描きながら感想を話そうと思ったんだけど、やっぱりちゃんとメモを見ながら話さないと難しくて、だから今回はもうシンプル雑談にします。いやー、すごい悩みがね解決したし、今まで自分が無意識のうちにかかってた呪いを解いてもらった感じ。今から感想を話していくけど、あくまで個人の感想で主観だし、素人だから私は資格もない素人だから、軽い気持ちで面白そうっていうラフな感じで聞いてください。で、私はとりあえずイメージコンサルティングが大好きなのね。なぜなら自分のことを客観的に見るのが難しいタイプだから。で、だんだん年重ねてきて、自分の好きよりも似合うを重視したくなってきたっていうのもある。まず何も知らない方に対して軽く説明した方がいいか。でも正直インターネットで検索してプロの方のホームページを見ていただいた方が絶対にいいんだけど、ざっくり説明すると、イメージコンサルティングっていうのは、その人の似合うものを診断してより魅力的にイメージアップしていこうっていう。で、今回私が初めて受けたパーソナルデザイン診断っていうのは、もう全体を見てタイプを決める診断です。で、そんなイメコンオタクが過去に受けた診断済みのスペックは、パーソナルカラー似合う色は、私が受けたところは16タイプって言って、ファーストは何々、セカンドは何々って決まるタイプのサロンさんに行ったんだけど、そこだとファーストがクリアウィンター、つまりブルベ冬で、セカンドがブライトサマー、つまりブルベ夏って言われました。で、骨格診断も7タイプで細分化されてるサロンさんに行って、そこでは骨格カジュアルって言われました。で、骨格カジュアルは骨格3タイプ、ウェーブ、ストレート、ナチュラルの中だとストレートに位置してるもの。顔タイプ診断はソフトエレガントっていうタイプでした。それは分かりきってたよね。でも事前の自分の予想だと、パーソナルカラーはがっつりイエベだと思ってて、イエベ秋のテラコッタのリップとかブラウン系のアイシャドウばっか塗ってて、でも自分的になんか似合ってないなと思って、でもブルベみたいな青みがあって華やかな色が自分に似合うわけないと思って避けてたの。まず眼中にも入らなかった。でもだんだんそのブラウンのアイシャドウがなんか便をなすりつけた自分って思うぐらいくすみがすごくて、そんな感じでなかなか自己診断が難しいんだよね。で、なんでこんなにイメコンにハマったかっていうと、最初にブルベ冬だと診断されて、もうとんでもなくビビッドな青みの強いチェリーピンクって感じのリップを渡されて、こんな地味側にこんな派手な色が似合うわけないだろうと思いながら塗ったら、似合いすぎてイメージね、ふわってもうこうバサーって風が吹くイメージがするぐらい爆裂に似合ってたの。その感覚が忘れられなくて、中毒。ぴったり自分にはまるってこういうことなんだってもう感激しちゃったんだよね。それまではもう私本気で自分に似合う色なんてないだろうって思ってたの。自分の顔が嫌いだったから。なんだけど、そんなことは全くないし、自分の可能性、選択の幅を広げてくるものだって思ったし、元の自分が持ってる良さを引き出してくれるツールなんだと思ってズブズブハマりました。で、おまけにブルベ冬だと言われてからメイクを一新して服も一新して人に会った時にちょっとキモい言い方になるんですけど、異性からなんかめっちゃ肌白くないとか透明感すごいって褒められることが多くて、なんかうさんくさい美容赤みたいにって嫌なんですけど、兄がいるんですけど、兄にもなんか肌白くなったって言われて、その時はもうイメコンってガチやんって思って。うちの兄なんてね、そういうのに敏感なタイプじゃなかったと思ってたのに、わざわざこう口に出したくなるぐらい私の印象が変わったってことかと思ったら、すっげーと思って。とにかくイメコンを知って、その人その人の似合う似合わないがあるから、似合わなかったとしてイメコンを知る前の自分だったら、私がオブスだからですねとか思って必要以上に自分を責めてたんだけど、あの子は可愛いから似合うんだとか思っちゃってたけど、全然そんなことはなかったんだよね。で、まずサロン選び。今回診断していただいたサロンさんはリンクを貼っておきますが、中村先生の
サロンにお伺いしました。でなんでかっていうと、もうめちゃくちゃ中村先生の SNS 投稿が好きすぎてめっちゃ見てたのね。中村先生の投稿は他のその診断士さんと違って手書きの絵と文字で載せられてて、それがありえん可愛くて普通に楽しんで拝見してたんだけど、ある時その中村先生のサロンのホームページを見たら、サロンの場所が兵庫県にあるって書かれてて、で私今兵庫県民だから、いけちゃうじゃんと思って、だから診断していただくなら中村先生にお願いしようと思ってました。で今回の診断の流れとしては、まず最初にパーソナルカラー診断を受けて、次にパーソナルデザイン診断を受けるっていう流れでした。でその最初のパーソナルカラー診断はやっぱりブルベ冬だった。だからそこの結果は変わってなくて安心した。でその2つ目のパーソナルデザイン診断は、私の事前予想としては、人によく言われてきた第一印象って一番言われてきたのはお嬢様っぽいなのね。全然一般的なサラリーマン家庭だったんだけど、ことごとく会う人お嬢様っぽいとか、真面目そうおとなしそうもめっちゃ言われてきたな。でそのお嬢様っぽい真面目そうおとなしそうとかってパーソナルデザインの中でいうフェミニンとかグレースに当てはまるのね。このタイプ一覧もちゃんとホームページで見た方がいいと思うから、私はちょっとあえて言いませんけれども、だから自分の事前予想はグレースフェミニンかなって思ってた。ただグレースが優位かなって思ってた。なんでかっていうと、一時期フリフリの服とか可愛らしいガーリーな服装を着てた時期があったんだけど、なんかだんだん違和感を覚えるようになっちゃって、もしかしたらあんまり女してる服は似合わないのかもしれないと思って、フェミニンではないのかなって思ってた。意味深で、結果はメインがフェミニン、サブがグレース。予想通りっちゃ予想通りだったね。でパーソナルデザインはそのメインとサブっていう考え方があって、その割合って人それぞれらしいんだけど、私の場合はそのメインのフェミニンとサブのグレースが結構同じ度合いでこうなってる感じ。とにかく上品なものが似合うっていう自分で言うの気まずで、メイクは引き算がいいタイプ。やっぱそうなんだっていう確信を持てた。最近も正直メイク迷走しちゃってて、色自体は似合うものをつけられてたと思うんだけど、塗り方が分からなくなっちゃって、でそしたらおすすめされたアイシャドウがもうこんな白黒グレーっていうアイシャドウでマジかと思ったんだけど、似合いすぎてさもうみんなこのね感覚を味わってほしいから受けてみてほしいわ。ほんと白の若干パールってかラメが入ってるアイシャドウをまぶたにのせたら、もうなんかピカーってなって、くすみが消えてピカーってなって、白のアイシャドウってこういう使い方あるのと思ってびっくりして、で目の際に黒のアイシャドウを塗ったら、もうなんか完全に私がこうなりたかったんだよっていう自分の目の雰囲気に待ってるような感じになって、だからもうその先生のセレクトがすごかったと思うんだけど、だってそんなさ白黒グレーのアイシャドウなんかさ、酒でもぶち込まないと買わないよ自分で。この機会に知れて本当に良かったです多分フェミニンはこんな発言しないんだろうね、イメージだと。そうだから中身が結構違うんだけどね。あとね、チークの入れ方も最近めっちゃ迷走してて、今ってもう中顔面短縮が流行りじゃない。だからその情報を真に受けて、こうね下に入れてたの。中顔面を緩和するためにこうやって下に入れてたんだけど、逆にもう上にね入れた方がお似合いですって言われて、その通りにやったらもう顔が輝きだしたよいやだからね、流行りに惑わされてた。私はとにかくベーシックが引き算が合うタイプだったから、本当はねやっぱ似合うものも分かってたはずなんだけど、流行に流されすぎたっていうのと、あと私の場合ね骨格診断で惑わされた。実はその前回のイメコンを受ける前は自己診断ウェーブだったから、柔らかい素材の服とかあんまり胸元が出過ぎない服を好んで着てたんだけど、いざ骨格診断を受けてストレートですって言われちゃったから、結構張りがある素材の服を着てみたりしたんだけど、
なんか違和感があったんだよね。で特に骨格カジュアルってゆるっとしたシャツにピタッとしたスカートを合わせるのがおすすめですって言われて、それをやってみたんだけど、なんかしっくりこないなって思って、あとそのずるっとしたオーバーサイズの服とかも結局そのシャツをインしないとなんか似合わないなって思っちゃって、骨格的には合うって言われたのに、でそしたらやっぱりパーソナルデザイン診断ではフェミニン、グレース、上品なタイプだったから、そら胸元開けるの似合わなかったよなって思ったし、シャツもインした方が似合うタイプ、ウエストマークした方がいいタイプだったから。で一時期フェミニン系着てた時もあったけど、だんだん違和感を覚えたっていうのは、おそらくフェミニンじゃないタイプの可愛い服を着ちゃってたんだと思うんだよね。やりすぎてた。だからなんか老けてんなって思ったし、ちぐはぐ感があったし、そういうことだったんだなって納得したね。これで私もようやく個性的なおしゃれをしたいっていう無謀な欲望を捨てることができそう。メイクの正解も本当に分かった。だって流行りの中顔面短縮メイクも涙袋メイクも私には変だったもん。もう涙袋に関しては早々にやめた。逆に目ちっちゃく見えるなみたいな。中顔面短縮もさ、なんか変だなって思ってたし、もう変だなしか出てこないんだけど、もう中顔面って呪いだよマジで。誰言い始めたの私の妹がいるんだけど、私の妹ってかなり日本人の女の子が憧れるようなパッチリ二重まぶたのお顔をしてて、もうザ可愛い系で、それを見て自分と比べて落ち込んで、もうさネットでさ二重パッチリのでっかい目の女の子がもてはやされてるのを見ると、ああ私ってダメだなって思ったりしてきたじゃん。それぞれ良さはあるとは分かってたけど、やっぱり落ち込んじゃって、世の中の流行りとかを見てさ、それで寝てる妹の中顔面の長さを定規で当てて測ったりしてたの、私は。やべえだろ。でもそしたらさ、びっくりなんだけど、妹の中顔面の長さと私の中顔面の長さ一緒だったのね。そしたら中顔面って何って思い始めて、疑問に。だから結局それぞれに合った魅力があるっていう話だったんだよね。なんか言い方が都市伝説になってる。それでがっつり絵のことも相談させてもらったんだけど、なんかさ在廊をするようになっていうか、まあ前からうすうす思ってたけど、やっぱり美術系とか美大生とかって派手じゃないですか。個性的なおしゃれ、それがすごくかっこよくて憧れだったんだけど、だからこそ自分も似合わないんだろうなと思いつつ、それに憧れて個性的で派手な服を買っては着て、似合わねえって思って即メルカリ行きみたいな、そんなことが多くって、私としてはその派手な集団の中に、言い方悪いけど地味な服を着てったら見劣りするのではとか、ダサいって思われたら嫌だなとか思ってたんだけど、いざ先生にもうドンピシャで私に似合うワンピースを見せていただいたら、逆にシンプルで洗練されてて言っちゃうけど、逆になんかそんな見劣りするなんてことはないだろうなって思えて安心した。パーソナルデザイン診断良すぎた。今診断受けようか迷ってる人は最初にパーソナルカラーとパーソナルデザイン診断受けた方がいいと思う。私は正直骨格診断でちょっとブレちゃったから、デザイン診断をもう総合的に見るから、今回も骨盤とか見ていただいたし、なんかね骨格を外しすることもないんじゃないかなと思ったし、第一印象とかパッと見の雰囲気って一番大事なんじゃないかなと思って、パーソナルデザイン診断をおすすめします。もうねめちゃくちゃ一生もんだから、この診断は自己理解を深める手段だし、本当に自分をこれ以上否定することなく生きられるからおすすめです。でもやっぱり無意識にね似合うもの分かってて、診断にお伺いした時も白 T をこう袖まくり、軽く斜めのラインができるように袖まくりして、ちょい長い丈の T シャツだったから前だけ黒のスラックスにインしてベルトをして向かったのね。 T シャツを着てちょっとカジュアルだとしても、どこかしらにきちんと感、フェミニン感を持っていきたいから無意識にやってた行為だったんだなと気づいた。であとめちゃくちゃ恐ろしいのが、今思い返すと夫のアズーと出会った時の、一番最初に出会った時の洋服ってもう全イメコンドンピシャ服だったのね。恐ろしくない？だから魅力的に見えてアズーと付き合えたのかもしれない紫のちょいフリルとギャザー
が寄ったブラウスにグレーのチュールスカート、ちょいプリーツがあるスカート、ふわっとしたものを履いて、多分パンプスとかだったかな。だから大事な場面こそイメコン。もし私はその時がっつり英米の服とか着ちゃってたら、ずっと付き合ってなかったかもしれないし、結婚もしてなかったかもしれない。そんな感じでした。お腹すいた、話しすぎた。そんなレポでした。楽しかった。とにかく本当におすすめ。てか普通に全人類のイメコン知りたいんだよね。どういう性癖？やっぱりさ、もうわがままガールズモードで育ってますから、私は。ああいう各タイプ分かれてるとかめっちゃ好きだから、全人類イメコン受けてほしいわというぼやきでした。じゃあ今日はただの雑談動画になっちゃったけど、ありがとうございました。何か参考になれば嬉しいです。じゃあ今日もありがとう。